iPhone1 スリランカコネクトです。私たちはですね、スリランカと日本に関連するような情報を、発信しております。で、今回は何を紹介しますか？そうですね、お祭りシリーズの、第3弾の、ポソンポヤデーについて今回ご紹介したいと思います。わかりました。確かにもうすでに私たちの方でベサックポヤデーの時の話、なんでしょうね、紹介はしたので、次の、ポヤデーの話ですね。では、始めます。じゃあまずポヤデーは何ですかっていうところを多分ご存知だと思いますけど、はい、もう一回言いますと、スリランカでは満月の日はポヤデーと呼ばれてますね。はい、で、6月のポヤデーは、ポソンポヤと呼ばれています。はい、で、今年のポソンポヤはですね、6月24日の木曜日ですね。多分この動画は多分間に合わないかもしれないですけど、そうですね、24日になります。はい、ポソンポヤデーは仏教徒の人たちにとっては、大切なポヤデーなんですけど、はい、それは主にスリランカの仏教の人たちにとってですね、それは何でかというと、ポソンポヤはスリランカに仏教の到来を記念するポヤデーですね。はい、ちょっとこの話もちょっと面白い話もありますので、ちょっとタコさんに説明をお願いします。僭越ながら仏教のちょっと話をさせていただければと思います。で、昔話ですね。その仏教がまずどうやって始まったのか、プラス、どうやってスリランカに来たのかっていうところですね。で、仏教っていうのはインドで始まっています。で、その、ブッダの入滅後にですね、紀元前3世紀になるんですけど、インドのアショーカ王がですね、スリランカを含めた9カ国にですね、仏教を広めることをしました。で、当時ですね、スリランカの支配者、ティッサっていう方がいたんですけれども、その人に会いに来る人がいたんですね。で、その人が、アショーカ王の息子の、アラカン・マヒンダをですね、スリランカに送って、実際にティッサに合わせたという、物語というか、話がありますと。で、アヌラーダプラン、マンゴーの木がたくさんあるところでですね、実際ティッサ王にあったっていう話になってまして、で、その時は、実際ティッサ王を鹿を飼っている時に、たまたまあったみたいですと。なんですけど、仏教を広める上で、やっぱり仏教を理解するのにある程度の頭の良さみたいなところが必要なので、その、アラカンのマヒンダさんはですね、ティッサを試すために一連の質問をしてですね、テストをしたみたいなんですね。で、そこで、実際、この王様は十分な知性を持っているなっていう判断を始めてですね、で、その王とその部下に仏教を教え始めたっていう物語があります。で、実際にそこで、アラカンマヒンダが到着した、アヌラーダープランっていう場所はですね、現在、ミヒンタレー名前で知られているそうです。はい、そうですね。ダブさん言ってくれた情報に加えて、そのアラカンマヒンドの到来の前はスリランカ人にはその適切な宗教がなかったらしいですね。太陽とか月様とか、大きな岩とかにお祈りしていましたらしいです。アラカンマヒンドの到着後、その仏教で教えられるその生き方をスリランカ人が自分の生活に採用されたと言われていますね。次はポソンポヤの祝い方についてご紹介しますので、加藤さんお願いします。はい、そうですね。まずは寺院に行くっていうところですね。で、次にミヒンタレーを訪れて、で、家とか通りをランプと、ランタンで飾る。で、段皿を行って、あとはトラナを作るところですね。はい。そうですね。ほぼベサック祭りと同じ祝い方ですね。はい。で、ベサック祭りと同じようにですね、寺院に行ってですね、で、仏教徒が遵守する一連のその、道徳的規律であるですね、そのシラというものを観察しますと。で、仏教徒の人は通常毎日5つの、戒律をですね実践するんですけど、ベサックと、ポソンポーヤの日にはですね、さらにいくつかの規律を足してですね、8つの規律を
採用する傾向があるそうです。で、これにはですね、基本的には高齢者の方とか、あとは学童の方々が実践しているっていうことですね。はい。そうですね。それ以外はバクティータっていうイベントが行われてますね。これは簡単に説明すると参加みたいなブッダの凄さを紹介するイベントですね。はい。でベサック祭りでも行いますけど、私の思いだとポソン祭りの方がバクティータが多いと思います。でそしてテレビとかでその仏教のことを教える、番組とか流れてますので、みんなそれ見ます。そして人々が寺院とかに行って瞑想したりしますね。はい、で、これでポソン祭りの、祝い方が終了となります。そうなんです。なるほど、わかりました。今回のセッションを通じてですね、なんでそのポソン祭りが大切なのか、スリランカの人にとって大切なのかっていうところ、それは仏教の歴史がすごい関係あったので、そういったところも含めて説明をしたと思います。そうですね、スリランカコネクトがですね、スリランカとか日本と関係するような、情報を配信してますので、ぜひぜひ、できればですね、チャンネル登録とか高評価していただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。素晴らしく。